これでわかるヘラクレス。ギリシャ神話の中でも特に有名な英雄ヘラクレス。パワーと勇気のシンボルとされる彼は栄光もありますが、実は失敗もあり、またいろいろなことに巻き込まれてしまう人でもありました。ここでは英雄ヘラクレスと奴隷ヘラクレスのお話をします。まず彼の運命は最高神ゼウスの浮気により始まります。ゼウスがアムピトリオンの妻アルクメネに一目惚れします。そして言い寄りますが拒否されました。変身が得意なゼウスはアムピトリオンが戦争に出かけて留守の間に夫に化けて現れ、一夜を共にしました。しかもその夜はゼウスが月の女神セレネに言いつけ、いつもの3倍の時間をかけて銀の船を漕ぐように命じたので、長い長い夜になりました。次の日、本物の夫が帰ってきて真相が明らかになり、アルクメネはショックを受けます。ですが、時すでに遅し、彼女の中には神の子が宿っていました。それがヘラクレスです。ゼウスの妻ヘラの母乳を飲むと不死になるという強力なパワーがあったので、ゼウスはヘラが寝ている隙にヘラクレスに母乳を飲ませようとします。ヘラクレスの吸う力があまりに強く、ヘラは目を覚ましました。そして赤ん坊を突き飛ばしますが、その時に飛び散った母乳が天の川、ミルキーウェイになったと言われています。それを思い出した天の川を見ると、あまり美しく見えなくなってしまいそうですね。ヘラは激しく嫉妬することで有名です。その怒りは夫に向かってくれればいいのですが、何の罪もない赤ん坊へと向けられました。ヘラはまずヘラクレスのゆりかごに2匹の毒蛇を投げ入れました。しかし彼はあっさりと素手で毒蛇を握りつぶしてしまいました。さすがゼウスの子供ですね。ヘラクレスはたくましく育ちます。本人も自分の能力に自信を持っていました。18歳の時、北イロン山でライオンが出没し、テスピアイ国の王が困っていることを聞くと、ヘラクレスは自分が退治すると名乗り出ます。宮廷に50日間滞在し、毎日山へ出かけてはライオンを探しました。ヘラクレスのライオン退治に期待をした王は、毎晩一人ずつ自分の娘を与えていきます。王の娘はなんと50人いたので、50日間毎日違う人と夜を共にしていました。そしてとうとうライオンを倒すのですが、なんと怪力ヘラクレスは素手で戦って勝ちました。最初の挑戦に勝った記念にライオンの皮を剥いで身にまとい、頭は兜の代わりにかぶり、それがヘラクレスのトレンドマークになりました。その後ヘラクレスは結婚して3人の子供と幸せに暮らしていました。ですが、ヘラは復讐を忘れたわけではありませんでした。また仕掛けてきます。今度は彼に狂気を吹き込み、一時的に錯乱させます。狂気でおかしくなったヘラクレスは我が子を燃え盛る炎の中に投じてしまいます。取り返しのつかない罪におののくヘラクレスはアポロンの神託を仰ぐことにしました。神託は、無形内王エウデュステウスに仕え10の務めを果たせというものでした。ここから有名なヘラクレスの12の興行が始まります。10個と言われていたのが12になっているのは後から追加されているためです。ヘラクレスはそれをすべてこなし、その後はまた落ち着いて暮らしていました。ですがそこでまた悲劇が起こります。世話役の少年が差し出した水が何かの拍子にヘラクレスの膝にこぼれ、ヘラクレスはおい気をつけろよと軽く打ちました。ただ軽く打ったつもりでも怪力のヘラクレス、少年は気絶し息を引き取りました。その汚れを払うためヘラクレスは再婚した妻ディアネイラと息子のヒュロスと一緒にその場を離れなくてはならなくなりました。その途中、大きな川に差し掛かります。3人一緒に渡るにはあまりにも流れが速い。ちょうどその時、ケンタウルス族のネッソスがディアネイラを担ぐことを申し出たので、妻はお願いしてヘラクレスが息子を担いで渡ることになりました。ですが、ネッソスは親切心で言ったのではありませんでした。ディアネイラの美しさに惹かれ、下心で近づいたのです。先に着いたネッソスはディアネイラを犯そうとします。それに気づいたヘラクレスは激怒し、ヒュドラの毒のついた矢でネッソスを射りました。ネッソスは死ぬ間際に言います。自分の血は媚薬になる。
もしヘラクレスの愛を感じなくなった時は、衣服にこれを浸して着せるといい。ディアネイラはうすうすヘラクレスの公職ぶりに気づいていたので、素早く血を小さな壺に集めて隠し持ちました。数年後、ヘラクレスがロイカリアの王女イオレーに恋をします。それを知ったディアネイラは不安になり、ネッサスの血を塗った服をヘラクレスに着せます。媚薬によりヘラクレスの思いを独り占めできるはずでした。ですが、立ちどころにヘラクレスの体が焼けただれ、苦しみ始めました。ネッサスの血は媚薬などではなく、ヒュドラの猛毒が仕込まれていたのです。それには何の薬も効かず、かつ死ぬこともできませんでした。あまりの苦痛に耐えかねたヘラクレスは木を積み上げて自分がその上に横たわり、通りすがりの人に火のついた矢をいらせ、この世を去りました。そしてそれを見ていたディアネイラはショックを受けて自殺しました。ヘラクレスは死後、ゼウスの計らいで神の座につきました。そしてこの時ようやくヘラも和解し、娘のヘベを妻に与えたとか。なんだかディアネイラがかわいそうですね。さて、ヘラクレスの選択という言葉があります。安全な道と苦難の道の2つの道があった時に苦難の道を選ぶということ。安全な道の果てには刹那的な快楽しかなく、苦難の道の果てには美徳があるという考え方。12の興行を受け入れたヘラクレスは後者の方で、死後その栄光を称えられ、神として祀られたというわけです。私なら間違いなく前者の方ですけどね。ギリシャ神話というのはいろいろな人が言い伝えているので、いろいろなパターンがあり、矛盾が多くあります。ヘラクレスには別の話でとても面白いものがあり、絵画の題材としても人気がありますのでご紹介します。神託を受けようとするところまでは一緒です。ただ、巫女が神託を与えようとしません。憤慨したヘラクレスは神殿を略奪し、3本の柱を持ち帰って自身の神託の場を立てようとしました。もちろん神々たち怒ります。その罰としてヘラクレスはリディアの女王オンファレに奴隷として売られます。女王オンファレの下で糸紡ぎの労働をさせられるのですが、期待に自信のあるヘラクレスも女性の仕事であった糸紡ぎは思うようにいかず、その不器用さを笑われています。この2人、後に恋人になります。そして女王の寵愛により自らを苦しめた狂気を克服したヘラクレスが穏やかな日々を過ごしましたというお話。こちらの絵をご覧ください。ルーカス・クラーナ派のヘラクレスとオンファレ。女装をして糸紡ぎを手伝っているヘラクレス。ライオンを倒す彼とは別人のような姿ですね。でもなんだか楽しそう。デレデレしているようにも見えます。どちらの話もヘラが狂気を吹き込んだことで起こっていますね。元はといえばゼウスの浮気が原因。ヘラの怒りがゼウスにだけ向かってくれたらよかったんですけどね。まあそこから英雄が生まれたわけですが。ちなみにヘラクレスは生まれた時はアルケイデスと名付けられたそうです。神託を受けた時に巫女がヘラクレスと呼んだことからそう名乗るようになったとか。ヘラクレスとは皮肉にもヘラの栄光という意味だそうです。では最後にヘラクレスにまつわる絵画を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。